こんにちは、BA チャンネルの BA です。今日も動画を見に来てくださりありがとうございます。今年の猛暑日を生き抜いてきた多肉たちです。これらは BA のインスタグラムでアップした写真で、すでに見たよという方もおられるかもしれません。同じ種類の多肉でも置き場所の環境や苗の若さとか年数によって元気だったり弱ってしまったり、そういう微妙なさじ加減が難しいですよね。だけど反面、多肉を育てる楽しみ、醍醐味でもあります。今年の夏は異常な暑さで、タニパトのたびに気持ちが沈みがちでした。そんな自分を奮い立たせるために思いついたインスタグラムの企画、2024夏お気に入り多肉で登場した多肉と寄せ植えたちです。さて、今日の動画は毎月恒例のと言っても8月はお休みしちゃいましたけど、小さな多肉ごと、今回は8月から9月後半にかけて行った小さな多肉ごとをまとめています。これまで動画にした作業のその後の報告や、残念ながらダメになってしまった多肉の処理などなど、今日も最後までお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 BA チャンネル。まずはご報告です。7月に胴切りをしたラブリーローズ、あれから2ヶ月経った9月現在、カットした親株から新芽が出てきています。カット苗の方にも発根が確認できました。あとの2本はこれからのようです。こちらも7月の多肉ごとのご報告です。桜吹雪の種をトレーに巻いて2ヶ月。ほんの少しですが発芽してくれています。ここからはベランダの夏の被害報告です。2つの子株を残して親株がやられてしまいました。いずれ寄せ植えに使いたいと思っています。何年か前からずっと育てている韓国苗、それが今年次々とダメになっています。これはスプリンググレイ。日が当たる側から葉が黒くなってきています。中心は残るといいのですが、幸い茎は黒くなっていないようです。念のため胴切りして様子を見ます。茎の断面も大丈夫みたい。よかったです。頭は発根するまでこのままにして、親株も新芽が出るかもしれないので観察を続けます。また別の日、シャーロットローズがしなしなです。スプリンググレイを見つけた時には何ともなさそうだったのに、悪くなる時はあっという間なんですね。これは完全にダメのようです。そしてもう一つ、こちらは黄色く変色してしまっています。この子も中心までやられているようでダメそうですね。
今度はスノーバニーが怪しくなってきています。7月8月と猛暑に耐えてきたというのに、もう耐えられないと言わんばかりに次々と脱落していきます。去年までこの場所で大丈夫だった多肉がこんなに弱っていくのを見るのは初めてです。幸い残りの葉はしっかりしているので、棚の下段へ移動して様子を見ていきます。一つまた一つと隙間が増えていくのを見るのは悲しいです。次のご報告は、今年5月に作った寄せ植えの中央ペルシアが蒸れてしまったので先月手直しをしたその後です。新芽が吹くのを楽しみにしていたんですけど、残した葉が1枚また1枚と枯れていき、茎の切り口も真っ黒。望みは薄い予感しかしません。手直し後は水やりもしないで日陰で様子を見ていたんですが、その上にその時に追加したエレガンスまでもダメになってしまい、今年の夏がいかに厳しいか身をもって感じた時でした。暑さで弱ってきた多肉はとりあえずベランダ避難というこれまでの策が、今年の夏はそう簡単ではなかったです。次の夏からが思いやられます。小さな多肉ごとと称してダメになった多肉ばかりを並べてきましたが、決してそんな多肉ばかりではありません。暑い夏を今も頑張ってくれている多肉はたくさんいます。こちらの雪びなとピンクザラゴーサもそうです。夏前より小株が大きくなりました。このシルバースターもそうです。群生株の花うららもいます。今年2月にお迎えした韓国苗のセットも元気そうです。どうしても蒸れていたり黒く変色したりとダメになっていく多肉ばかりに目が行きがちですが、今もこうして頑張ってくれている多肉たちもたくさんいます。弱って枯れていく多肉に気持ちが引っ張られそうになった時、一呼吸置いて周りを見渡してみるのもいいですね。庭の多肉棚ではマッコスの紅葉が始まっていました。カリフォルニアサンセットも可愛い色をしています。私たちが気づくより先に秋を感じているのかもしれません。暑さ寒さも彼岸まで。カレンダーを見たら1週間後ですけど、果たしてあと1週間10日で秋風は吹いてくれるのでしょうか。期待せずにはいられません。涼しくなったらあれもこれもやりたい多肉事がたくさんあります。あともう少しのはず。残暑に負けず頑張りましょう。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。みえでした。次の動画までバイバイ。